あ、やっぱずれてる。ひたすらレバーガチャさせるやつ作りました。じゃあまあ、準備もできましたので、お絵描きにございます。映る？あ、映ったね。休み中暇があったら進めてるかもふふって言いましたが、そんなものは全くなく。絵を描くタイミングは全くなかったので、休み入る前から何も進んでません。はい。で、かつ、絵を描くこと自体も久々なんで私に絵が描けるだろうかという不安を抱えながらのあれです。絵を描き始めた当時、違うな。絵を描いて1年ぐらい経った時に、一回私の中でその海外アニメのブームが来て、まあそんな海外アニメって広く言ってるけど言うてハマったのはアドベンチャータイムとスティーブンユニバースだけなんですけど、まあその2作品に大層ハマった時期がありまして、アドベンチャータイムもね、人間型のキャラの手足がめちゃくちゃ細いんだよ。J922 さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。久々なんでちょっとテンションとかおかしいかもしれない。まあ、そうそう。で、絵描き始めて1、2年ぐらいしたタイミングで、私の中で、海外アニメブーム、スティーブン・ユニバースとアドベンチャータイムにハマったってだけなんだけど、があったので、なんで、絵も割と、1922さん、アドベンチャータイムって1話からゾンビパニックやってたぶっ飛んだあれじゃないですか。そうそう、ぶっ飛んだあれ。でもあれ、ガチのユリアニメだから、あれめっちゃ面白いから、ぶっ飛んだトンチキアニメだと思ってたら、実は世界観が結構しっかりしたポストアポカリプスで、みたいな。そう、だから、ケモフレ流行った時にアドベンチャータイムがなんかこう、類似アニメとして出てきたぐらいには、実はあれ結構世界観しっかりしてて、で、キャラクター間のなんか、つながりとかもしっかりあって、で、結構ガチシリアスな話とかもあって、あれ、掘れば掘るほど実は結構ちゃんとしてるんですよ、話が。左上2コマ目の線がなんとなく入りきったかなって感じですね。よかったんじゃない？かけて。はい。ということで、今日のお絵描きは一旦こんなもんで、一旦も何も、まあ配信上ではこんなもんですかね。スクールってさ、EGRPG っていうさ、オープンソースの実行環境が別にあるんだけど、スクール2000って。まあ、それを使って、ひたすらレバーガチャさせるやつ作りました。8窓でひたすらレバーガチャさせるやつを作って、これ今配信用のデモだから、こうやって画面映してるけど、実際は画面表示なしで、ひたすら裏で、レバーガチャをさせて、それを夜間8時間とかガーッと回して、で、落ちたところ、スタックしたところだけまとめさせて、バグ報告させるみたいなのを作りました。ただ、レバーガチャでバトルかけねえだろって話もあるから、まあね、本当に何動くかみたいな話はあるし、なんなら左横の角のネタバレだけど、投資プレイの、まあそれはいいや。ではね、こういうのを作りました。せっかく初期起動ばらしたのに、ほとんど同じイベントだな。まあいいや。で、まあ、作ってみてどうだったかっていうと、すでにバグが2つくらい見つかったので。1922さん、こんな形式のテストプレイする作らーさん初めて見た。あ、本当？これはね、レートリミット。1922さん、もうすごいとしか言えない。ありがとうございます。じゃあ、テストプレイということで、作者が自分で遊ぶ玉露の続きもの、ボリューム7第3回続きからやっていきます。で、はじめになんですが、やっぱりさらっと流そうと思ったので、読み上げはやめますので、なんか気になる人は読んどいてください。では、テストプレイ。あ、よかった、ちゃんと映るね。大丈夫だね。じゃあ、続きからで、一番上のセーブ。はい、ということで、前回なんですが、まあ、リナビビゼット
を倒したんですけど、ボリューム7のシナリオは、2戦目以降、バトル内で条件を達成して倒すと追加イベントがあるんですけど、まあ、その条件が未達で倒してしまい、追加イベントが出なかったので、条件達成させようということで再戦です。まあ、カウンターでちょいちょい削っておけば、ヒール打たれても、9999以下で、来たね。で、ここで、ちゃんと、ライスの行動カウンターを3以上貯めておき、かつ、チャージも5貯めておくことで、これチャージカウント5以上ないと使えないので、緊急回避をライスに打って、アグネはちょっと適当にガードでもしてもらって、死んでもらって、で、これで、合体魔法を使ってバトルを終わらせるという特定条件を満たしたクリアになるはず。なんで、この後イベントカットが入れば勝利。うまくいったー。この絵を出すためにえらい苦労しました。ちょっとオートパンチは起動しますわ。おや？配信がちょっと不安定みたい。要注意だよ。おや配信起きてましたか？ちょっと見ますね。大丈夫そうちょっと不安定表示消えるまで待ちますわ。でも配信上でやっとこの表示出たな。ですね。安定してきたみたい。よかった。お待たせ。お前、急に元気になるよな。まあいいけど。回線不調で、ドロップって言うんだけど、うまく、配信データ、ストリーミングを YouTube に届けられなくなった時に、こういうエラー表示を出すようにしたんです。前回というか以前、配信切れてると気づかず、終わりまで喋りくり散らかした事件があったので、はい。無事今回作用したし、なんなら配信も切れなかったようなので、先進めましょうかね。びっくりした。何の音かと思った。自分で入れた音だったのに。覚えてない。というわけで、ハッピーエンドだよという。なんかカウンターメイスずれてなかった？気のせい？大丈夫？ずれてない？なんか表示位置ずれてない？気のせいだよ。気のせい。やっぱずれてる。なんでじゃないんだよ。ですね。今回、ボリューム11で、プレイヤーキャラクターのグラフィック変更のロジックを入れました。入れたので、バトル開始時に、座標の変数を設定しなきゃいけないんですけども、その座標変数を設定が、このイベントからバトルに行くパターンだけ、抜け漏れがあるので、プレイヤーキャラの画像、座標位置の、追加分が0になってるので壊れてますね。ボリューム7ラスボス戦のイベントから行くやつの座標設定が漏れている。はい、メモりましたが、まあ、バトルとしては、絵面ちょっとおかしいけど続けられるんで、回避いけるよね。このまま続けていきましょう。ということで、ボリューム8から、初めからとか選ぶ最初の画面の背景をつけたんですよ。ということで、ボリューム8が始まると開示されるんですね。はい。というわけで、初手急にうつうつとした絵やんけという話ではあるんですけど、はい、タイトルカードつけました。で、タイトルカード用意した理由っていうのが、アドベンチャータイムの、タイトルカード絵を、まとめた書籍を海外から、違うな、あれどうしたんだっけアマゾンでちょっと買って手元に置いてて見てたらいいなぁと思ったので自分もやりたくなったからです。はい。アドベンチャータイムのね、タイトル絵めっちゃ面白いんだよ。すごい、いい。あれはいい。
まあまあまあ、そんなわけでちょうど50分にもなりましたので、おしまいにしようと思います。はい。というわけで本日の配信は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また遊びに来てねというのは一番最後でいいんだよな。はい。まあ、無事、ボリューム7終えれてよかったかなと思います。あとね、夏休みの自由研究の成果も見せられたので、はい。で、まあまあまあ、こんな感じで、多分明日も起きれたらやるので、よろしくお願いします。なんかエンディングに使えそうな小粋な曲があったらいいなと思って。あ、そうそう、この焼き菓子はですね、あれですよ、かの有名な、あれ、ごめん今、ぼかそうと思ったんじゃなくて、普通に名前が出てこないんだけど、シガールだっけヨックモックのあれですね。